こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。で、今、私はいつも皆さんにね、すごい力があるって言ってますけれども、これどういうことなのかっていうことをちょっと今お話ししたいと思っています。で、もともと私たちっていうのは、こういう、地球に住んでて、霊能力とかスピリチュアル能力っていうのが特別な人しかないって思ってきてたと思うんですけど、みんな持っていたっていうことに今気がつく時なんですよね。そうだから例えばガイドとかハイヤーセルフとかさ、なんかそういうところからのメッセージっていうのを特別な人から今までは受け取ってたと思うの。チャネリングする人とかね。だけどそれを今度は自分で、結局さ、人に頼んでたとしたらその人たちがいないと自分でさ受け取れないってことだから、その人がいないとっていう感じのところを、ずっとやってきてたんですよね。そうだけどそれを今度はもう自分で受け取る時なんですよ。自分で、みんながさ、そういう人とかを頼らずに自分で受け取ったり自分でいろんなことができるようになった時に、誰にも頼らなくていいっていうことなんですよね。だからできるのは当たり前なんですけど、できないと思ってたからそういう人たちを頼ってきてたんですけどね。今度はこのなんていうのかな、自分にそういう能力があるんだっていうことに気がつく時だからね、今。それを、私も今までずっと講座をやってきてたのは、もうね、セッションとかじゃないんですよね。セッションを受けてどうっていうことよりも、講座とか、なんていうのかな、そういうやり方、技術を習って自分でやるっていう時が来てるんじゃないかなと思うんですね。で、わざわざそう技術とか習わなくたって、もうできてる人もたくさんいるから、自分で自分のハイヤーセルフとかね、ガイドとかの、メッセージを受け取る。っていうことを、やっていけば誰もが本当にいいようになっていってしまうっていうなるのが当たり前だからね。今そういう時なんだと思うんですよね。だから私はそのことをどん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 お伝えしたいと思っていて今やってます。それで今日、なんかすごい前世っていうのがすごい来たんですよね。だから、今日から全3回とか4回になるか分かんないんだけど、前世の見方っていうのをちょっと少しずつやっていきたいと思います。で、前世が何がいいかっていうと、要は他の動画でも出してるんですね、前世っていうのは。そうだけど、その前世っていうのはまずスピリチュアルな能力を、前世が見れるようになったりするとスピリチュアルな能力はやっぱ上がるんですよね。見る能力、視覚っていうかこの目で見るわけじゃないんだけど、潜在意識が開いてきて見る能力とか情報をキャッチする能力っていうのがすごく上がるいい訓練になるんですよね、前世っていうのは。そうだから結構私は前世を見る。だから結局前世が見えるってことは未来も見えるようになっちゃうんですよね。簡単なんですよ。見るっていうことが感覚で分かってきた時に情報も取れるようになるし未来も見えちゃうしっていうことができちゃうんですね。そうだからそのね、まずね、前世でちょっと訓練をするとみんな誰もがいろんなことできるようになっちゃいますので簡単なんですよね。そうだからそこを、全何回4回ぐらいかなになると思うんですけど、お伝えしていきたいと思います。で、今日はまず、イメージングからお伝えしたいと思います。イメージングっていうのは、どこでだから前世を見たりどこで情報をキャッチするかっていうことなんですけど、日常使ってるところなんですよね。だからよく言ってるのはそのレモンをイメージしてくださいとか言ってさ、レモンをイメージしたところあたりでそこが潜在意識の場所なんですね。だからここのところを日常ほらだから今日は夕飯何にしようかなポーって考えるとこですよ。ここで見るわけだから、ここで情報をキャッチするってこと、前世を見るってことだから、ここの部分がどんどん開いてくると、ここの辺りが分かってくるとっていうのかな。そうするとチャネリングもすごい簡単ですし、自分の潜在的な能力がどんどん出てくんですよ、潜在意識を使い始めると。そうだからイメージングをね強化するといいんじゃないかなと思って、今日はちょっとイメージングのところを、動画で出していきたいと思います。じゃあ、私が、お伝えしたことをイメージしていってください。私も一緒にイメージしながらやってみますね。そしたら、まず木
木をイメージしてください。木はどんな木でも、このイメージするものは何でもいいですかね。木をイメージしてください。その木はどんな木ですか？葉っぱがいっぱいありますか？あとはその大きい木ですか？小さい木ですか？あとはその周りの景色とかね、そういうものも見てみましょう。で、私はそうですね、大きいガジュマルの木みたいのが出てきて、こんなになってる木あるじゃないですか。手みたいな、インドの木みたいな、沖縄の木みたいな、それが出てきましたね。はい。まあ、ここ今見てるとこあたりが潜在意識の場所になります。じゃあ次行きます。じゃあ、空をイメージしてください。その空はどんな空ですか？晴れてますか？曇ってますか？雲はありますか？何色ですか？よく見てください。なんか鳥とか飛んでるとかさ、風船が飛んでるとか、気球が飛んでるとか、何でもいいんですけど、どんな感じの空かなーっていうのをポーッとイメージしてみましょう。この答えは何でもいいっていうのが、もうスピリチュアルの世界何でもいいんですね。出てきたものが正しいって感じだから、その自分にとっての空はどんな感じかっていうのを見てみてください。で、私にとっての空は真っ白ですね。白くて結構グレー。なんか青くなくたってもちろんいいんですよね。うん、雲がかかっててグレーで白っぽい感じ、じとっとしてますとかね。今何でもいいんですけど、皆さんが今イメージしてるものが潜在意識が出してきてくれてるものなんですけどね。これイメージングになります。もうちょっといきますね。そしたら牛をイメージしてください。どんな牛をイメージしますか？その牛は何色ですか？なんか茶色とかさ、黒とか、ブツブツとかさ、小さい子牛とかあると思うんですね。で、あとは、その牛がどこにいますか？木陰で休んでるとかね、木の下で休んでたり、草原のとこにいるとかさ、うん、ご自分で見ているものが正解になりますので、よく見てみましょう。私の牛は、そうですね。ずいぶん痩せた牛が、とぼとぼと歩いている感じですね。何か餌を探しているのかな。とぼとぼと歩いている牛がいるなっていう感じですね。うん、そう、これね、皆さんが見ているものが正解になりますね。じゃあ次。じゃあ豚出してみようかね。豚をイメージしたらどんな豚が出てきますか？豚。なんだろう。黒豚とかね。白豚とか。すんごいでかかったり、すんごいちっちゃかったりとか、いろいろあると思うんですけど、ご自身が見ている豚はどんな豚でしょうか？なんかキャラクターみたいな豚でもいいし、小豚でもいいし、3匹の子豚でもいいしみたいな感じですね。どんな豚ですか？その豚はどこにいますか？1匹ですか？いっぱいいますか？それを見ていきましょう。私の豚は、なんか巨大な豚ですね。ちょっと待って。豚の話したら旦那さんたちが来ちゃって。そう、豚、巨大な豚が歩いていたみたいな、そんな感じでしたね。目つぶって言ってても開いててもいいんだけど、ポッと出てくるやつはね、自分がさ、こう出してんのかなとか、これどっかで見たことあんなって思うと思うんだけど、なんかそんなこともジャッジしないで出てきたものが正解っていう感じになりますね。はい、じゃあ次いきます。じゃあ今度はちょっと国を出してみようかね。
そしたら、沖縄がいいかな。沖縄をイメージしてみてください。沖縄。あなたは沖縄のどこにいますか？まず。沖縄のどこにいますか？街の中とかね。空港とか。海を見てるとかね。自分がまずどこにいるのかなっていうのを見てみましょう。そしてその周りの状況を見ていきます。よーく目を凝らしてみて、目というかね、イメージを凝らしてっていう感じなんですよね。何やってるかなっていうのを見てみてください。何を自分がやっているか。まあ、海だとすると、海で黄昏てますとかね、街中でぼーっと立ってますとか、そんな感じの、何でもいいんですけど、出てきてるものをよく見ていきましょう。で、私は、沖縄で、なんか飲み物を飲んでいるな。シークワーサードリンクだ。シークワーサードリンクを飲んでいる私。ホテルのベンチみたいなとこに座ってシークワーサードリンクを飲んでいるなーっていうのが見える感じですね。で、その周りの状況を見ていくと、なんだろうね、ホテルの中のロビーみたいなところに飲んでるから周りに人がいてこううろうろしてたり、結構お客さんが多いなとかっていうのが見えますとかね。何でもいいんですね。出てきてるものが正解。自分が今まで見たことなのか見てきたものじゃないかっていうのもジャッジを入れないで出てきたものを肯定していくっていうことになります。はい、じゃあ次。じゃあやっぱりね、インド。インドをイメージしてみましょう。インド。インドをイメージしたときに、まず、自分はどこにいますか？インドのどこに自分がいますか？何が出てきてますか？何か出てきたら、周りの状況を見ていきます。右側、左側、上、下、いろんな状況を見ていくと、いろんな情報が入ってくると思うので、それを確認していきます。よくいろんなところを見ていくと、どんどん見えてきますので、それを確認していきます。あとはそこにいる気持ちとかね、感じてみましょう。どんな気持ちかな？嬉しいかな？楽しいかな？ちょっと不安かな？とかね、そういうのを感じていきます。あとちょっと匂いとかね、感じてみると面白い。インドの香りってみんなどんな香りしてんのかな？なんか、って感じで見ると、どんな匂いしますか？なんか、埃っぽいとかね、カレー臭いとかね、意外にお花の香りとかね、いいんです。あとすごいこう、天気とかね、気温とか感じてみると、暑い寒い。インドだからっつって暑いとは限らないんですよね。寒いっていうのももちろん正解ですし、快適っていうのも正解だし、暑いっていうのももちろん正解だし、自分がどう感じてるかっていうことだけに集中していけばいいから、あと、インドだって言っても、ロシアみたいのが出てきたって全然いいってことですね。自分が出てきてるものが正解になります。じゃあ今私もちょっと見てみると、インド。そうだな、なんかこういう玉ねぎみたいな、こういうのの建物の中に自分がいて、そこで観光しているみたいですね、とかね。で、周りの状況を見ていくと、いっぱい露店みたいのがあったりとか、
結構ギラギラ暑くて、なんかもう早くコカ・コーラとか飲みたいなとかね、シュワシュワジュース飲みたいなって思ってるなとかね。これをさ、もうちょっと奥まって見ていくと、その露店で何売ってるかとかっていうのをこう見ていくと、見る力がついてくるんですよね。で、今私だとすると、露店で何売ってんのかなって見たら、本当になんか、たわいもないおもちゃを売ってる露店が今あって、その露店のおもちゃをよく見てみると、もうなんか壊れたようなおもちゃを置いてるみたいなんですよね。それでなんかもう熱くて溶けちゃってるみたいな、なんかすごいのが出てきたね。うん。そう。しかもその店主が暑すぎてどっか行っちゃってたみたいで、今帰ってきたとかさ、なんかそういうのが出てきたりして、面白い。そういう動き、なんか一つにフォーカスすると、そこからさ、また広がっていくんですよね、勝手に。そう。この見る力っていうのは、どん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 一つのところを見てやっていくんだけど、一つを見て、そこからね、こうね、掘り下げていくっていうか、掘っていくんですよ。どん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 掘ってって、あ、ここはどうなってんのかな、じゃあこれはこうかな、ああかなっていうのを、どん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 こう、見ていく。自分が、これ意図してるってことなんですよね。これはどうかな、あれはどうかな、ね、露店があって、露店のところには、店主がいるのかな、いないのかな、何が置いてあるのかなっていうこう感じで、こう私が今意図してってよく見ていくじゃないですか。見ていくじゃないですか。これが意図になるんですね。そう。だからね、どこまでも見えちゃうんですよ。どこまでも見える。で、この見えるっていうか感じてる部分、なんとなくそうかなって思ってる部分っていうのは、クリアには見ていませんのでね。あの見るっていうことは、クリアに LED の電気のテレビのようにクリアに見るとか、チャネリングもそうなんですけど、クリアに情報を取ろうとすると、最初からは無理ですからね。無理なんです。無理だともう、思うしかないというか、だんだんそれが、認める力っていうのかな。だん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 確信になってきた時にクリアになっていくから、最初のうちはぼんやりしてます。で、今私も見る力はあんまりそんな強くないから、ぼんやりしてんですよね。ぼんやりと露店が見えたりして、ぼんやりと、溶けたおもちゃがあったりしてるんですよ。だから、すっごいもう本当にテレビの鮮明にこうやって見えてるわけじゃなくて、なんか、形になってねえな、みたいな。おもちゃが形になってねえな、溶けてんな、みたいな。それを感じ取ったって感じなんですね。そう。こうやってやって、どん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 探っていくんですよ。探っていくと、だん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 見る力が出てくるっていう感じですね。意図するのは自分自身っていう感じです。はい。で、今、ハワイ、とかね、インドとかね、ハワイじゃない、沖縄、インド出していきましたけど、こういう感じで見ていくと見る力がだん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 出てくる。で、今見ているところが、ここが潜在意識の場所で、ここで見るんですよ。ここで映像を見るっていうのかな。前世を見るときはここを使います。で、ここのあたりがだんだん開いてくると、要はチャネリングしたとき、ハイヤーセルフからメッセージが来たときに、もう言葉で受け取ったり、言葉で受け取るっていうか、言葉がさ、文字で来るときもあるんですよね。文字で来る時もあるし、なんとなく言葉でキャッチする時もあるし、もう感覚で来る時もあるし、感覚の方が多いかな。感覚で来る時もあるし、だから映像も出てくるんですよ。映像で出てきた時に、やっぱりこういろんな部分が使えるとすごく自分が楽ですから、これから私たちはその自分のハイヤーセルフと共に進む時ですから、情報をどうやって取るかっていうところの、ボキャブラリーを増やすっていう感じかな。だから、感覚でもちろんキャッチするんだけど、あと直感でキャッチするんだけど、インスピレーションでキャッチするんだけど、それが視覚が入ってきたり、なんていうのかな、直感がもっと鋭くなったり、どうやってその来たメッセージをもうちょっと分かんなかったら分かんないよって意図していくとかね、そういうところがこのね、やっぱイメージング、前世を見るっていうところで鍛えられるんですよ、ものすごい。はい、ですから今日は第1回目ね、勝手に第1回目始めちゃったんですけどすいません、誰も頼んでないのに第1回目、ちょっとハイヤーから来てたから多分必要な方が多いのかなと思って今出してます。はい、このイメージングを何度も何度も練習してください。
何度も何度も練習していって出てきたものを自分が見たものか見たことないものかとかそういうジャッジしない。出てきたものが正解ですかどんどんやっていく。で今、牛とか木とかね思いついたことやりましたけど自分で意図して見ていくといいと思うんですよね。じゃあ次は靴って思ってみようとかね紙に書いて靴、なんだ車とかね、なんだお菓子とかね書いてこれでじゃあ車って思ったらどんな車赤い車とかねじゃあお菓子って思ったらどんなアイスクリームが出てきたとかねそういう感じでこうちょっと紙に書いてそれを自分でパッて思った時何かなパッて思った時何かなみたいな感じでこう見ていってもいいと思います。でだからこういうなんていうのかなよくこう見えないとかね聞こえないとか感じられないっていう方いますけれどもここら辺やっていくとどん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 感じる力とか見る力が上がってきます。はい、わかりますかね。感じる力、見る力っていうのはだから見えないわけがないんですよね。今日の夕飯何にしようかなってさ、今日はハンバーグが食べたいな。ハンバーグ、こんなハンバーグがいいなってさ、いつも思ってるとこですからね。あの人何やってんのかな。お父さん何やってんのかな。お茶飲んでんなとかさなんかそうやって思うとこだよ。そこで見るわけだからそこでこうキャッチするだけですからねすごい簡単ですから、はい、まあよかったらねやってみていただくといいんじゃないかなと思います。ではまた出します。